こんにちは、精錬工房の高橋です。ですね、ウクレレを弾くにあたってですね、ストラップピン、よくそのオーダーいただくときにストラップピンをつけておいてくださいって言われることが、まあまあありまして、どのくらいですか、2割、1割か2割くらいのお客さんでしょうかね。つけておいてくださいって言われて、その時に、じゃあどこにつけますかって、こちらでね聞いた時に、そのおすすめの場所でいいですって言われることが多いんですけども、僕としてはですね、そんなに特におすすめの位置はないと。もうそれは、好みなので、ご自身で例えばお友達の楽器をね見せてもらうとか、楽器店に行っていろいろ触ってみるとかして、ここの位置が自分はいいなっていうのを決めて教えてくださいねというふうにやるんですけれども、なかなかね分かりにくいことも多いと思うんですね。なので、ちょっと今回何箇所か実際にそのエンドピンをつけてみて、つってるエンドピンをつけてみてですね、その場所によってどんな風に違ってくるのかっていうのを、一度僕自身も確かめてみた方がいいかなということで、実験をしてみました。はい、でまずですね、こういう特にそのストラップをつけるっていうのはテナーとかが多いのかなと思います。ソプラノウクレレはそんなに、つけなくてもね持って弾いてればいいんですけども、ただソプラノでもコンサートでもテナーでもきちっと固定することでこの左手の自由度が増して、今まで弾けなかったところがね弾きやすくなるとか、そういうこともあると思うので、別にソプラノはつけない方がいいとか、そんなことはなくて、なんか必要だなと思ったら試してみるといいのかなと、思います。映ってるのかなそれでですね、まずはつけるにあたって、結局どこにつけるか迷うんであれば、まずこのお尻に一つね、ここのところですね、つけて、であとは首のところにこういう革紐とかで結んで引くような状態にして、それで試してみるといいんじゃないかなと思うんですよね。いきなりここにどうしてもつけたいっていうとどこがいいのかって迷ってきてしまうので、まずこれで試してみて、これで大丈夫だということであればもうそれで済みますし、やっぱりそれだとどうにも使いにくいということであればじゃあどこにつけようかってね、いろいろ試してみてというふうにやればいいのかなと思います。ね、でよいしょ、この首のところに紐で結ぶ形で、まずやってみると、こういう感じになりますね。ここにつけるのに比べて気持ちこっちにね、こことここなので寄るのかなと思いますけども、実際ね後でやってみますけど、試して写真撮ってみるとほとんど変わらないので、ポジション的にはそんなに気にしなくてもいいのかなと思います。でもしこっちに寄っちゃうとしても、実際は腕を肘をねここに当ててこうやって引くので、その時にこの位置って修正されちゃうと思うんですね。なのでご自身の引きやすいここにやって、あとはここがこっち側がこうやって止まってるだけでもうこっちの手が離せるので、その分は楽になります。これをここに結ぶ人もいれば、もうちょっとこっちの方に結ぶ人もいますけど、その辺はお好みで。で結ぶのも紐があったりとか、あるいは革でなんかパチって留めてストラップのこういうホールに引っ掛けられるようなものも市販で売ってたりとか、ハンドメイドの、ものが売ってたりとかするので、そういうのを使うという手もあると思います。それでですね、あとちょっとね、大前提としてちょっと気をつけなくちゃいけないのが、ここのね穴に対してストラップピンの革の方に開いてるこの穴ですね、これがちょっとね広めの場合があって、で実はこのストラップもこれなんかサンプルでいただいたんですけれども、ちょっと大きいね。で簡単にはめやすくていいんだけども、これなんかうっかりするとポロッと取れちゃうことがあると思うので、それ気をつけて穴が大きすぎないものを選んでもらうっていうのが大事だと思います。
で特にねセイレンで標準につけてるこのストラップピンっていうのが割と小型のものを選んであるんですよ。ゴトガト製でいろんな種類があるんですけれども、その中でもウクレレに使うやつなのでギターとかベースよりも少し小さめがいいなということで一番こじんまりしたものを選んでます。でストラップを選ぶ際にはちょっとこの穴の大きさっていうのをねちょっとギュッとやんないと入んないっていうくらいのものの方が安心だと思います。時々ねこれが外れて落としちゃって楽器壊しちゃったんですっていう人の修理が今まで何回かありましたので、そこを気をつけていただくといいかなと思います。はい、それでちょっと話が飛びましたが、じゃあ、ここに結ぶのではなくてこっちにじゃあやっぱりネジ止めでストラップピンをつけて、やろうっていうストラップピンをつけて使おうという場合の、どんなポジションになるかですねっていうのを実験してみたいと思います。まず写真は、後で動画のところに写真もつけておきますけども、写真の123という順番でやりましょうかね。茅野市は6時になるとメロディーが鳴りましてね、カラスと一緒に帰りましょうっていう話らしいです。ほら、花ちゃん。はい、1番、最近割とねうちでセイレンでどこがおすすめですかって言われた時にいろいろお客さんとお話をして一番多いのが、ここの場所かなと思います。楽器の裏のねヒールの裏のここの部分に取り付ける。一番場所的には収まりがいいというか見た目にもこういう横のところに穴が開くよりはここのところにピンがついてた方がなんとなく絵面として綺麗だし収まりがいいのかなと思いますけども、ここにつけた場合どうかという時ですね。はい、こんな感じで、さっきのここぶら下げた時とほぼ変わらないポジションかと思いますけども、体の中心がこの辺に来てね。ここにストラップがないっていうのはなんとなくすっきりする感じはしますね。こっちに来てるので邪魔感がないというところで、そういう利点はあるのかなと思います。で、一つねここにつけて、気になるのはどうしてもこのボディの一番後ろ側なので、そこを紐で引っ張ることによってストラップで引っ張ることによってちょっとね楽器がこういうふうに前に倒れる感じが若干ありますね。これがこのぶら下げるところがボディの前面に近ければ近いほどこういうふうに向いてくるので、多少芝目見ながら弾く人なんかにとってはこうやって落ちちゃうとちょっと見にくいかなっていうことはあるかもしれないですね。で、横から見ても見えるかな。ちょっとねこう前に傾いてるのがわかるかなと思いますけれども、こんな感じになります。これが好みでねどういうふうに判断するかというところがポイントになるのかと思います。演奏性についてはネックのここの部分に何もないので、ハイポジの方まで弾いても全く違和感なく、ね、弾けますね。はい、っていうのが1番のポジションですね。それから2番のポジション。はい、2番のポジションはこちら側のヒールのサイド部分ですね。ここのところに、ネジ穴を開けてつけています。これ位置がですね今ちょっとこの幅方向の真ん中よりもちょっと後ろ気味にいってますけども、これをもうちょっとグッと前に
持ってくるっていう手もあると思います。それによってちょっとしたさっきの傾きとかね、そういうポジションのしっくり具合っていうのも変わってきますけれども、この側面につける、これ気をつけないと楽器によってはですね、ここが反対側にネジが貫通してしまうとか、ね、このヒールの形状によってこの細さとか角度とかによって、そういう危険性もあるので、ちょっと穴開ける時にかなり慎重に確認をしてから開けないと難しいのかなと思います。でそういう意味ではね、こっちのもっとトップ寄りに近いこの辺とかにやった方が貫通する危険っていうのは少なくなってきますね。こんな感じで。ポジションとしてはほぼさっきの楽器の長さのほぼ中心、さっきの後ろのここにつけたのと1センチくらいの差なので、こういうポジションも特に変わりはない感じですね。横から見た感じはこんな風になって、さっきちょっとこういう風になってたのに比べると楽器がこう起きてきてますね。でこれがさっき言ったようにこのネジをもうちょっとボディ前面に近いところに持ってくれば、よりこういう楽器が起きてくる方向に行くと思いますので、その取り付け位置をねちょっと選んでみるといいのかなと思います。で、この場合気になるのが、そうですね、このストラップがこのネックのヒールにこうやってかかってくるので、それが気になるかどうかというところですけれども、実際今この使ってるストラップは幅が狭くて革も結構柔らかいものなので、結構このフィットした感じがあって、手をこうやって当てても特に気になるなっていう感じはないですね。でストラップピン自体もほとんどこの手に当たるっていうことはないです。ただそれもさっき言ったように、ここのヒールの形状によってはね、ピンの出る向きっていうのが変わってくるので、そこはちょっと慎重に考えて、楽器によってどういうふうにつけるか、どの位置につけるかっていうのを、しっかりと計画した方がいいのかなと思います。演奏性は、いいですね。こういうハイポジションも特に違和感なく弾けます。はい、そんなとこで、あとは3番。このドライバーが便利なんですよね。どこだっけ？ベッセルの充電式のドライバーです。はい、これがですね3番の位置になりますね。ヒールのここのところに、ピンが出ている感じです。でこれもピンの位置によって多少その前後この傾きが変わってくるかもしれませんが、今、持った感じだとこんな形なので、体に対してのフィット感もそこそこいい感じですね。でこの位置の唯一気になるのは、ハイポジを引くときにそのピンに手が当たってしまって引きにくいんじゃないだろうかというところなんだけれども、実際ですね、今こういう感じで親指がここに入ってピンには特には当たらないんですね。でこういうハイポジも普通に指が入るので、それほど気には当たらないのかなと思います。ただこれ幅広のストラップを、もし幅広くて硬いようなストラップを使う場合はちょっとねここが気になるかもしれないです。でこれの問題はですね、このヒールのここがセーレンのってちょっと今ピンがついてるところがわりかし平らなんだけれども、とんがってるメーカーもあると思うんですよね。というかとんがってる方が多いから。でとんがってる場合はちょっとそこに穴を開けにくい、取り付けにくいケースも出てくるかもしれないです。なのでそれも、穴を開ける前に慎重にちょっとねピンをストラップピン当てがってみて、きちんとこうグラグラせずに取り付けられるかどうか
ね、そこをチェックしてみてください。それとですね、あとね、ケースに入れるときに、もしかするとそのケースによってはここのヒールのところがもうぴったりになってるみたいなのがあるかもしれないので、そのピンをつけたおかげでケースに当たっちゃってその入らなくなっちゃうと、ね、ハードケースなんかでそういうぴったりめのやつに関してはそこもちょっと要チェックですね。ね、そこさえクリアできればそんなにそのローポジからハイポジまで気にならずに弾けると思います。ただすごくね、そのハイポジをもういつも15フレットから上をかなり自分は多用するんだと、ね、で気になるんだっていう人はやっぱりそこのところね慎重に考えてみてください。で大体これ3箇所そうですねつけて、まあ一番最初がこの紐でいわゆるの、ね、それからあとこの後ろとサイドと、そのヒールの部分ですね。はい、であとねもう一つ僕ずっとエレキギターとか作ってきたので、そのエレキギターでいうとここの部分につくものが多いんですね。レースポールなんかそうなんだけども、でここにつけたらどうなんだっていうと結構そこいいと思うんですよ。ただウクレレの場合になぜつけないかっていうと、ここ板厚が 2mm とか 2.5mm とかそのくらいしかないので、ただ普通にネジ止めをしてもすぐ取れてしまう、板が割れちゃったりする可能性もあるということで一般的に言うとつけにくいんですが、内側にその補強の木のブロックをですね先に接着をして、でそこめがけて穴を開けて、ピンを取り付けるんでっていう手法が取れればそこにつけることも可能です。だから本当はその制作オーダー時に最初からそういうのが分かってればね補強を入れておくこともできますし、サウンドホールから入れることも後からでもできるので、どうしてもここにつけたいっていう方はそういう方法もあります。はい、そんな、わけでちょっと、簡単な説明でしたけれども、あともう少し違うパターンとしては、このサウンドホールのところにこっちからこうやって引っ掛けて紐を首にかけるっていうものもありますね。ああいうものに関しても便利なものだなとは思いますけれども、ここの部分ってね案外ちょっと弱かったりする場合もあるんですよ。で僕も制作家の立場としてここに何か引っ掛けるっていう前提で作ってはいないので、軽く引っ掛けるくらいだったら特に問題ないけど、万が一そこにグッと力が加わっちゃうとここ割れちゃったりする可能性があります。でそれ割れた場合にはもちろんその優勝での修理になってきますので、そういうリスクがあるということは承知の上で試してみてくださいね。それとあとこっちの方のネジ穴も開けるのが嫌だということで、なんか両面テープみたいなものでペタッとくっつけたり、両面テープみたいなものでつけるっていうものもありますけども、あれもね結構しっかりつくようですが、これもね状況によってはなんかペロッと剥げちゃったりとかする可能性もあるので、それを使う場合はもうぴったりついてるから安心だとは思わずに、剥げる可能性は常にあるんだと、ね、でそういう時にポロッと落ちちゃったりしたらどうしようっていうことはしっかり考えていてくださいね。家の中で例えば畳の上とかそういうところだったら多少落ちてもそんなに問題はないと思うけれども、それ以外の硬いところだとね、割れてしまったりとかそういう大きな事故になる可能性もありますので、しっかりその辺は覚悟というか確認をしてから使ってみてください。はい、というわけで、一応ストラッピンの、つける位置とバランスなどの考察でした。なんか参考にしていただければと思います。ね、はい、では今日の動画はここまでです。ありがとうございます。